今回はなんで昔ってタバコ吸うのがかっこいいって風潮だったんだというスレを紹介します。昔は喫煙率が高かったぜ。体に悪いよ。今は健康志向だからな。早速ですが見ていきましょう。ただ嗜好品を楽しんでるだけなのにおかしくね。は？今でもかっこいいから吸ってるんだが？おっさんが吸ってもおっさんだろ。闇くせえジジイの出来上がり。テレビの CM とかでかっこいい感じに演出してたからじゃないの。昔は酒とタバコと女しか遊びがなかったから。今だとバカのおしゃぶりとか言われてるのにな。タバコかっこいいじゃなくて、未成年なのに生きってタバコ吸ってる俺かっこいい。理屈抜きにエメンがかっこいいじゃん。吸ってる俳優とかがかっこいいだけじゃね。これってイメージの刷り込みなのかな。闇カスが標準認識の世代だとどう感じるの？刷り込みといえば刷り込みだな。今のタバコがダサいっていうのも平成後期からの犬猿教育の刷り込みによるものだし。タバコ男かっこいい。タバコ女は？高いスポーツカーに乗るのも同じだよ。全然違う。タバコは金持ちじゃなくても吸える。貧乏人でもローンで買えるだろう。タバコをローンで買うやついるか？昔の映画とか組む外国人がタバコくゆらせるのはかっこよかった。これから新規にタバコ吸う人って何がきっかけで始めるんだろう。吸う場所もだいぶ限られてるし価格もくっそ高いしからすぎんか。それ40年前にも思ってた。タバコミャニケーションだって。活かせてない人が多い。ネガティブやめ。次にこんなスレ立てたら死ぬべき。おしゃぶりと大差ないのにな。最近流行りの加熱式タバコはなんかパックジュースいつまでもチューチュー吸ってるやつみたいになってめっちゃかっこ悪いよな。無駄なことだからかっこいいのでは？じゃあ無駄なことなんでもかっこいいじゃん。今はバカ判定機の機能が強すぎる。プライベートでの付き合いに喫煙者切ったら人間関係で違和感覚えることなくなったわ。安いとか匂いの問題とかはどうか知らんが加熱式タバコ吸ってる人のビジュアル残念すぎてドラマとか映画でも使えない。タバコ吸ってる人って、吸ってる時にかっこいい吸い方とか、研究してるんだろうか。正直、してる。深く吸って深く吐くとかっこよさそうだ。あと眉間に軽いシワがあると良さそうな気がする。ジッポーのかっこいい閉じ方とかも絶対みんな意識してやってる。手首を使って勢いよくカチって締めたらかっこよさそうだ。陽気だからタバコ吸ってるイケメンには惹かれたが女です。タバコ吸ってる人は擦れてる感じがして残念な気持ちになるわ。どんなに美人で性格良くても闇カスってだけでなえる。ヤンキーとかドカタは9割吸ってる。そんな風潮なんかない。うまいから吸ってただけ。こういうカッコつけで吸い始めたくせに言い訳する奴が鳥肌立つほど気持ち悪い。吸い始めなんて好奇心に決まってるだろ。お前ら全員バカです。大人の象徴だったからな。ただ実際昔の人のタバコの吸い方はかっこいい。見たことある昔の人が有名人なだけかもしれんが。でもビール飲んでる人は、かっこいいって風潮ないし。ビールというか酒は飲めて当たり前の風潮だったからな。タバコって吸うのにコツがいるのか？初めての人はむせるらしいが。煙を口に含めて深呼吸する感じで吸えると習ったわ。マジでしばらくヤニカスで毛穴が開いて禁煙した今もシミがガンガンできて後遺症に悩んでる。深呼吸すると余計むせそうだが慣れなのかな。皮膚に悪いんだな。後遺症残るものなのか。後遺症は肌の劣化ね。肺とかも傷んでそうだがその辺はまだ現れていない。タバコ吸うとシミシは毛穴がひどくなるから。肌が綺麗なのだけが取り柄だったけれどシミシは毛穴の劣化はやめた今でも続いてる。タバコってビタミン C が破壊されるらしいな。それが原因なのかな。そんなに続くもんなんだな。今は女の喫煙率が意外と上がってるんだってさ。女のバイク乗りとタバコは彼氏の影響かね。子供の頃はタバコはお金と暇の余った人の趣味だと思ってた。けど大人になって肩身狭そうに身を寄せ合って吸ってる姿を見て中毒症状なんだなってむしろ恥ずかしく思った。仕事中でもちょっと一服って言って、タバコ吸いに行く人いるよね。男は黙ってる方がかっこいいとされてたけど、ただ黙っててもただのアホっぽいから間を持たせる者が言ったんだよ。それがバレた今はタバコ吸うやつがアホとなってきたわけ。なんとなく一仕事終えた感があって職人っぽさ、玄人っぽさを醸すことができていたかもな。かっこいい大人がみんな吸ってたから。必要だから吸うんだろう？今タバコは臭いしダサいし治癒士のイメージが強いな。やっぱり海外のイケメンが吸わなくなったのって影響でかいだろうな。海外でも吸う人は減ってるのか。昔はアスリートなんかでも吸ってたくらいだからな。今は日本は喫煙天国とか言われてる程度に海外では吸われない。日本もだいぶ喫煙所少なくなったのに、そういう感じなんだな。海外は代わりに葉っぱとか吸ってんのかね。そら当然イケメンがやってりゃかっこいいだろ。今もかっこいいよ。喫煙所って気違い広場にしか見えない。JR って全面禁煙にいつの間にかなってたけど万々歳だわ。ファッションよ。理屈じゃない。タバコ匂いってのもおかしな話だよな。昔は未成年がタバコ吸っててもバレなかったわけだし。
大人がみんな吸ってて大人自身が匂いしてたからじゃね？女性は大人でしょう？タバコの害を受けても物ともせず働けるのが強い男ってイメージからなんじゃないの？昔だと酒タバコやるのが一人前の男って扱いで、男で吸わないのはマジで身体的病気かビーガンみたいな気違いって社会では認識されてたよ。これはいつの世も普遍的なことだけど、どこか病的な、とか、傷を負っている、とか、繊細である、ということはいつの世もかっこいい要素になる気がする。タバコを吸うことも自分に傷を与えるということにかっこよさがあるというか。戦後世代はガキの頃から吸ってるから、ただの習慣だよ。確かに酒タバコ平気なのはタイプ予想だ。中二病の基本だな。昭和生まれまではかっこいい風潮だったらしいよな。なんでかっこいいと思っているのか風俗嬢に教えてもらったけどそれってあなたの感想ですよねとしかならんかった。ここはシガレットでもええやん。って聞いたらはぁ？違うのよってなって全然わからなかった。俺には絶対に向かない嗜好品やと思う。社会的なイメージなんかね。カタカナ語使うとかっこいいみたいな。ガイはずっと啓蒙されてたが体に悪いくらいの認識だった。タバコがかっこいいなんてオチでしか聞かないよ。吸ってる奴は味覚と嗅覚鈍くなるから気づかないし昔はみんな吸ってたからな。今はタバコにおいと入れない飲食店とか微妙にあったりする。全員集合のコントでサラリーマンのポケットにマッチが入ってるのも、タバコが標準装備だったというのと、あと当時はマッチでつけるのがまだまだ普通だったってことね。70年代にはライターあったと思うけども。血管収縮するからな。タバコ吸っててさえ取ると肌荒れと腰痛の汚い感じになるよ。腹痛もあるのか。肺がん以外にも色々あるんだな。むしろ肺がんは因果関係認められてない。肺が真っ黒になるからインパクトあるだけだよ。他は股間の筋肉も落ちたりするからトイレション便で汚したりするくらいだよ。肺がんは関係ないんだな。知り合いのタバコ吸う人は咳が多い気がする。トイレ汚すのか。タバコは吸いませんと言ったら真面目かうと言われたけど、マジで意味不明だったわ。タバコ吸わないのが真面目でなぜか笑われる発想がようわからなかった。飲み会の一気と同じようなもんだな。バカにされたのは断ったことじゃなく断り方のせいだろうな。断ったというか聞かれただけやで。君、タバコ吸う？いえ、タバコ吸いません真面目かよ。そうやってリアルでは普通に喋れんのにどうしてネットで方言みたいな喋り方になんの？リアルの口言葉とネットの書き言葉の関連性から何が知りたいの？要は多数決なのよ所詮。子供が吸えないという法律を制定したことなどから言っても体に悪い程度のことはもう20世紀初頭から十分に世間の共通認識だったはずだけどそれでもやらないと真面目比喩は扱いされてバカにされるのよね。こち亀でも合成着色用の駄菓子で鍛えられてるというような表現があったけど愚民ってそういう考え方するのよ。害が蓄積されて弱くなるとは考えない。40代矢印の世代は輪の取りすぎでタバコなんかよりずっと体に悪いもので満たされてるから、長生きできないだろうけどな。ロシア人がバカみたいに度数の高いアルコール、飲むようなもんかね。合理的じゃないな。今でも大して変わらんぞ。酒に強いから生きるやつとかスマートに酒を飲む俺かっこいいとか隠れ家バー知ってるとか、今後数十年で酒は最強最悪のドラッグ指定されて過去のものになるから覚えておきなさいよ。酒は2000年以上前からあるものだし、なくならんと思う。宗教にも使われるくらいだし。タトゥー入れてかっこいいとか思ってるやついっぱいいるだろ。あれと一緒。酒は料理があるから線引きが難しい。アル中は飲料用の酒禁止になったら料理酒飲んでそう。この手のすれ見てていつも思うのが犬猿派の異常な攻撃性の強さ。ちょっとタバコでも吸って落ち着いたらいいよ。お前は街でいきなり体に悪い屁ぶっかけられたら攻撃的にならない？伏流煙が来なければ文句は言わないよ。自分は吸わないのにそれが原因で一度死にかけて半年くらい入院した。ステロイド治療が確立される前だったら死んでいたそうだ。犬猿の人ってなんか父丸いみたいな人ばかりだよね。自閉症の人が音の大きさ等に異様に嫌悪感を示すように、精神的に何らかの疾患になると犬猿になるとかあるのかな。バトル始めたのは君じゃん。タバコの伏流煙の蓄積で少しずつ悪化して、最終的にはショック症状と呼吸困難を起こす病気もある。一種の免疫の過剰反応でここからそれをトリガーにして発病する膠原病がある。タバコを吸わないと死ぬってやつはいないけど、伏流煙を吸い込むと死ぬ可能性がある人間はいるんだ。命がかかってるんだから攻撃的にもなるさ。要は副流炎に限らない化学物質アレルギーなんでしょう。かわいそうだと思うけど命に関わるアレルギー持ちなんて腐るほどいるよ。一生外出しないで生活するしかないよ。違うよ。自分の病気は400万人1人くらいしか発症しない病気で、担ぎ込まれた病院にたまたま過去に同じ症例のを扱った専門医がいて助かった。化学物質アレルギーとは全く違う難病よ。
退院後はしばらく歩くのも困難で1日6時間くらいリハビリのトレーニングして、動けるようになった。その時末端の神経が破壊されまだ足には痺れが残ってる。でも最初は感覚が鈍く痺れていたがなんとか回復した。今は本当に公共の場でタバコを吸う人間が減って生きやすくなった。日本に30人くらいしか罹患してる人がいない病気か。よくわからんけど喫煙者について攻撃的になっても何も変わらんし、コードフィルター付きマスク装着して防衛した方が自分も楽なんじゃないかとしうんだけど攻撃的になるもんかね。まだネットなんて影も形もなかった昔の話。ドラマや映画に出てくる大人の男は皆タバコを吸っていた。かっこいい主人公もタバコを吸ってた。悪いことをした子供をちゃんと叱れる大人がまだ多く、大人に憧れる子供が多かった時代だった。酒とタバコは大人の象徴でタバコは酒と違って、酔っ払いの醜態もさらさない。だから子供はなんとなくタバコを吸ってるのをかっこいいと感じていた。その時代の大人の象徴だったのか。確かにタバコは酔っ払うとかないしな。タバコは働く大人が考えをまとめるために吸うとか。知的なイメージは漫画とかでよくあるな。今回は、なんで昔ってタバコ吸うのがかっこいいって風潮だったんだというスレを紹介しました。ご視聴ありがとうございました。